どうも、3月です。今日も見に来てくれてありがとうございます。今回レビューするのはですね、マテックのマグオンプライムエリートスリム10000というモバイルバッテリーです。ワイヤレス充電対応で 10,000mAh なのに世界最薄級っていうのが売りで、見た目もかなりスリムで軽めです。実際どれぐらいの容量を使えるのか、 iPhone の充電はどんな感じかを前回紹介したアンカーのナノパワーバンクマグ GO プラスと比べつつサクッとチェックしていきます。それではレビュースタートです。じゃあ箱の中身を見ていきましょう。入っているのはバッテリー本体に加えて、説明書の QR コードが入ったステッカー入り小袋が1つ、それと充電用の USB ケーブルが1本。必要なものは一通り入っている感じですね。このブランドのステッカーがついているあたり、ブランド推しの気合も感じますね。本体を見ていくと、表側に残量などを表示する液晶がついていて、電源ボタン、USB 端子、あとストラップ用のホールがついていますね。裏側には T2 のマークがあって、ワイヤレスの出力は最大 25W、有線は最大 30W 出力対応とのこと。小型の 5000mAh クラスより出力が高いのは嬉しいポイントです。デザイン的にはロゴはいい感じなんですけれども、機種名がここにドーンと書かれているのが気になるところなんですよね。ちょっとこれ個人的には裏側に書いてくれてもよかったんじゃないかなと思うぐらいですね。これは好みによるとは思います。目立った表記にはしてはいないので、許容できなくはないですし、使う分に手に隠れる部分ですからね、あまり気にしてもしょうがないといえばしょうがないと思います。まずは気になるお値段から比べてみます。アンカーのナノパワーバンクマグ GO プラスは楽天のクーポン利用時で 10,791 円でした。対してマテックのプライムエリートスリム10000は Amazon のタイムセールで 6,990 円。通常の参考価格でも 8,990 円なので、全体的にアンカーより手を出しやすい価格帯なのが嬉しいですね。次はサイズと重さをチェック。参考に iPhone 17 Pro と iPhone 17 Pro Max の重さも並べてみました。見ての通り、マテックのバッテリーはかなりスリムです。手に取ると小さ、軽って感じになります。iPhone 17 Pro より体積が小さくて、重さは 155g。5000mAh のクラスよりは少し重いくらいになっちゃいますけれども、10,000mAh クラスとしてはかなり優秀な軽さ。5000mAh だとちょっと物足りないなって人は、このサイズ感結構刺さると思いますよ。次は iPhone 17 Pro に実際に取り付けた時の感想です。まず正直、薄いとはいえ厚みは1センチ超えなモバイルバッテリーです。実際に取り付けるとちゃんと乗ってるなって存在感はあります。かなり、重くなるのは事実です。ただ横幅が iPhone 17 Pro よりちょい狭めに作ってあるみたいなんですね。だから意外と手にしっくりきて、持ちやすさはむしろ少し上がる感じがします。下の端子周りはバッテリーが 0.8 ミリぐらい、ほんのちょっぴり外に出ている感じはします。ここが気になる人はいるかもしれませんが、私個人的にはそこまで気になる、幅ではなかったですかね。それよりも 10,000mAh も充電できる安心感の方が上回っていますので、割り切りポイントとすればいいのではないでしょうかってとこです。で、充電中の液晶表示が結構これいいんですよ。今ワイヤレス充電しながらやってるわけですけれども、ここに T225W のマークが表示されているのと、何時間何分表示が、充電が残り時間できるかっていうのが表示されています。もちろん、充電中にここの何時間何分っていうのは
いろいろ発電量とかで、電力の供給量によって、変わってしまうわけですけれども、頻繁に変わってしまうわけですけれども、それでも何アンペア何ボルト何アンペアとか何ワットで出てますって書かれるよりは、ユーザーに親切かなっていう気がしますね。次はこの、テスターとか負荷装置っていう装置を使って、このバッテリーから実際どれぐらいの電力を取り出せるのかというのを測ってみました。結果はこちらのグラフの通りです。iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max の電池容量と比べると2回分までは届かず、ちょっと控えめな印象にはなっちゃってるかなって気がしますね。前回測ったアンカーの方がもう少ししっかり使い切れる感じはあったのは確かです。とはいえ1万 mAh が丸々出ないのは珍しくないので、薄さを優先した分効率をちょい落ちたのかなというか、ちょい許容したのか、落ちるのを許容したのかなくらいの感覚です。逆に有線でも無線でも極端に取り出し量が少ないみたいなことではなくて、そこは普通に好印象かなと思いますね。最後に iPhone 17 Pro での充電速度を計測してみました。計測方法は一旦 iPhone 17 Pro のバッテリーを容量 5% まで使い込み、そして十分に冷却させておきます。その状態から充電を開始して30分間でどれだけ回復するかというのを計測しました。それで計測したグラフがこちらになります。結論から言うと、有線も無線も前回測ったアンカーのより充電が早いです。取り出せる容量はこちらのバッテリーの方がちょい控えめでしたけれども、充電スピードはむしろこちらの方が勝ち。これは地味に嬉しい点ですね。有線は特に優秀で、体感ほぼ USB 充電器ほぼそのままです。30分で最終的に69から 70% 近くまで回復することができました。30分でここまで戻るならもう1回線いけるって感じで心強いですね。無線も最初は有線並みにグッと入って途中から緩やかになるんですけれども、それでも30分で 50% 以上は回復してます。本体にくっつけて放置しとけば充電されるということを考えると、かなり実用的な数字ではないですかね。25W の最新ワイヤレス充電に対応していて、ちゃんと速い使えるモバイルバッテリーって意外と少なかったんですけれども、これはようやく来たなという印象でしたね。それではまとめです。今回レビューしたマテックのマグオンプライムエリートスリム1万は1万 mAh なのに軽くて薄い G2 対応のモバイルバッテリーでした。まず良かったのはサイズ感ですね。手に取った瞬間小さ軽ってなるくらいにスリムで、重さも 155g、 5000mAh だと物足りないけど1万 mAh は重いって人にはこのバランスはかなり魅力だと思います。次に良かったのが表示の分かりやすさ。液晶で G225W みたいな今の状態が出たり、残り時間っぽい表示が出るのは地味に便利でしたね。一方で注意点もあって、装着すると薄いとはいえ1センチの厚みがありますので、存在感はちゃんとあります。あと端子周りが 0.8 ミリぐらいははみ出すのが気になる人はいるかもしれませんね。ここは好みというか許容範囲なのかどうかですかね。バッテリー容量については取り出せる量がアンカーよりちょい控えめな印象でした。ただ薄さ優先のモデルとしてはそうだよねくらいで極端に少ないってわけではなかったです。で、個人的に一番のポイントはここで充電速度が速い。有線は30分で約69から 70% まで回復して、体感もほぼ USB 充電器レベルです。無線でも30分で 50% 以上戻ったので、 G2 のちゃんと速いワイヤレス充電器が使えるっていうのはかなり心強いですね。なので結論としては薄い1万 mAh が欲しい、そして G2 でワイヤレスもちゃんと速いのがいい、この2つにピンときた人にかなりおすすめです。ということで今回のレビューは以上です。
参考になったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いいたします。ここまでサンガジェがお送りしました。次のレビューもぜひ見てください。